中森です。今回なんですけども、INFJ 私なんですけど、INTJ と結構間違われがちというか、実は INTJ なんじゃないかみたいなことを言われることがあるんですけど、そこの誤解について語ろうかなって思います。エニアグラムっていうのを、僕もあんま知らないんですけど、やってみて、ちょっとね、MBTI 分析とは違った切り口で個人の傾向みたいなところを判断できるので、それをベースにやってみようかなというところですね。で、ちょっと調べながら行こうかなと思うんですけれども、で私のエニアグラムっていうのが、5ウィング4っていうやつみたいですね。エニアグラムいろいろタイプがあるみたいなんですけど、メインのタイプっていうのがタイプ5。思考家っていう、頭使うタイプっていうことですね。タイプ5の中でもいろんなバリエーションが、大きく分けて2つあるみたいなんですけど、その中でも、タイプ4の個人主義者の特性が強く出ている思考家ということみたいですね。なんかインターネットとかを見てみると、いわゆるエニアグラム5ウィング4っていうのは、因習を打破する知的冒険者っていうところで、なんかちょっと中二病心がくすぐられるかなみたいなところもあるんですけど、結構個人主義的な面が強く考えていく、合理的に思考していくタイプみたいな感じですね。この Going4 っていうのが MBTI で言うとどういうタイプに多いのかっていうところも軽く考察されているみたいで、ENTP とか INTP、あとはさっき言った INTJ とあと、最後に INFJ もちらほらいるみたいな感じみたいですね。INFJ 自体がマイノリティでもあるっぽいんですけれども、さらに INFJ の 5W4 はさらに少ないみたいな、そんな感じのような立ち位置みたいですね。エニアグラムのタイプ5思考家の特性を有する INFJ っていうのは、分析的な思考を有する INFJ みたいなことが記載されていますね。思考と直感が優れていて、かつ他の INFJ よりはるかに内向的で口数が少ないということみたいです。私もね、自分から人に話しかけるみたいなところはあんまりないですし、とは言っても外交的感情は働かせながら意思決定をしているところがあって、そんな感じなんじゃないかなというような所感を持ちますね。はい、というわけで、私は INFJ の 5W4 っていう特性が強いっていうところでした。あくまで特性が強いっていうところが肝かなと思っていて、MBTI とかエニアグラムもそうなんですけれども、あんまり型にはめるものではないとは自分では思うんですよね。INFJ だからなんていうのかな。外交的にバリバリやっちゃいけないっていうことでもないと思いますし、5W4 だから思考を適当にして行動してはいけないっていうことではないと思うんで、そこはね、大事にしていきたいっていうところはあると思うんですけど、思考のタイプが強い INFJ っていうところみたいですね、私はね。冒頭に戻るんですけれども、結構ね、この INFJ5W4、Going4 っていうのは、INFJ の機能である第3の機能 TI 内向的思考が強いタイプみたいですね。他の INFJ が NIFE とかをベースにして結構思いやりを持ってね、ぼやっとした抽象論みたいなものを好むのに対して、この INFJ Going4 っていうのは結構合理的な思考が表に出てくるタイプみたいで、それは INFJ の中でも INTJ っぽいというか、同じ NI ユーザーであるところの INTJ と間違えられるかなっていうのも納得いくところではありますよね。結構人にも言われますね。高森は INTJ っぽさみがあるよねみたいなところですとか、あとここ半年ぐらい産業カウンセリングっていうカウンセラーの養成講座みたいなのを受けてるんですけど、やっぱ他の人とかを見てみても情緒的な行動をしていくというよりかは合理的にリズムで話すよねみたいなフィードバックをいただいていて、多分そういう感じなんだろうなっていう印象ですね。自分としては結構感情的な部分というか思いやりみたいな部分を大事にしているみたいな感覚はあるんですけど、やっぱ自分も内省する機会とかすごく多くて、言語化する機会がめっちゃ多かったんですよね。なので自分の考えとかをできるだけつらつらと言語にして話すみたいな癖がちょっとついちゃってるので、それが他から見るとちょっと合理的だなというかリズムで話してるなみたいなところで INFJ じゃなくて INTJ っぽさがあるというような印象を抱かれがちなんでしょうね。でね、この INFJ Going4 っていうのはね、INFJ の負のループですね、ネガティブループであるところの NITI ループっていうところに陥りやすいタイプみたいですね。要は
あんまりこう外交的感情、FE みたいなのを使えなくて、なんか自分のこれ良くないんじゃねみたいなふとした思いつき、NI からの思いつきを TI で無理やり合理的にロジック化して、なんか負のループというかね、どんどんメンタル死んでいくみたいな、いうところのループに陥りがちみたいですね。これよく分かって、自分もなんか FE 使えないというか、INFJ の主要の3つの機能がありますよね。内向的直感と外向的感情と内向的思考ですね。このうち外向きの機能が唯一外向的感情なんですけど、こう外向きのね視点っていうのを持てない INFJ ってマジで病みがちだなっていうのは自分としても思っていて、外のねどう思われてるかとか、他の人が実は嬉しかったみたいなところがあると救われるんですけど、そこのね外向きの感情というか姿勢みたいなものを失った INFJ ってもうどんどんこう NITI ループで内向的に思考ないし直感していくので、なんか自分の世界に没頭していくんですよね。それがポジティブに働くならいいとは思うんですけど、大体ネガティブに働くことが多いんでね、INFJ って生きづらい性格ですからというところもあって、この INFJ Going4 は結構なんか病みやすいタイプみたいですね。私もね、一人の時間が必要だって言って他人との関わりを断ってなんか引きこもるみたいなこともありますから、納得ですよね。というわけでですね、簡単なんですけど、今回は私が INTJ と印象を持たれがちな理由について、エニアグラムの観点からちょっと語ってみましたというところですね。INFJ は珍しいとか、この Going4 っていうのも、結構珍しいみたいで、なんかしょうもない私の承認欲求みたいなね、オンリーワンやっちゃってるよみたいなところを、微妙な自尊心をくすぐってくるような結果でもあったんですけど、最初にも言いましたけど、こういうね、性格診断みたいなのはあくまで傾向というか、型にはめるものではなくて、どっちかっていうとなんか他人に対する理解というか、っていうところに役立てていくものなのかなと思ってるので、考察するのは面白いですけれどもね、他人がこうだからといって、いやだから君は INFJ だからこうなんでしょみたいなのはあんまりよろしくないのかなっていうのが私のスタンスですね。